夢日記皇帝。気がつくとどこかの廊下を歩いていた。その廊下はコンクリートに囲まれていて、緩く湾曲しており、一定の間隔で置かれた自動販売機とベンチからどこかのスタジアムの廊下にいるようだった。自分は意識が朦朧としたまま歩いていると、そのまま階段を登っていき、地上へと出た。そこには広大な校庭が広がっていて、高校生とおぼしき学生たちが部活動に勤しんでいた。ちょうど階段を登った目の前では、ボーリング玉を土の地面に転がしている生徒がいて、へえ、これだけ大きい学校だとボーリング部なんてあるのか、などと思いながら横断しようとすると、とても小さい子犬のダックスフンドが怯えて縮こまっているのを見つけて、危険なのですぐに抱っこをして安全な場所まで連れて行ってあげることにした。今思えば、後ろを振り返ればすぐそこに校門があったのだが、なぜかその時の自分はまっすぐ進むことしか頭になく、校庭を半時計回りに進み出した。とても広い校庭なので歩いている途中にも野球部やサッカー部が専用のエリアで練習をしていたが、中には見たこともないようなスポーツも行われていた。直径1メートルぐらいの円形のエリアにススキのような形の人工物が歯ブラシぐらいの密度で生えていて、そこに遠くから黒い何かを投げるというスポーツで、どんなスポーツなのかすら想像もできないものだったり、色とりどりなビニール紐が様々な高さで設置してあって、そこを通り抜けるという競技もあった。そこのど真ん中を通ってしまった自分は、ワンちゃんを抱っこしたまま紐に触れないように足を高く上げながら進んだので、大きく体力を消耗してしまった。なんとか校庭を4分の3周ぐらいすると、校舎がある側まで着いて、校舎と校庭の間には3メートルぐらいの高さの芝生の土手があったので、ビニール紐を通るので疲れてしまった自分は、一度土手に座って休むことにした。芝生の上に座り、ワンちゃんを横に置くと、子供のワンちゃんなので一目散に駆け出して土手の下まで行ってしまった。校庭は学生たちが運動をしていて危険だと思ったので、自分はすぐに後を追いかけ、再びワンちゃんを抱っこして休む暇もなく校門に向かうことにした。陸上部の生徒たちが練習している横を通り過ぎる途中で、なぜか再びビニール紐が何本も現れて、ビニール紐を切るわけにもいかないので、必死に乳酸が溜まった足を持ち上げようとしたが、すでに筋肉がパンパンすぎて足が全く上がらず、よく考えたらくぐればいいんじゃんと思いついて、膝より上にあるビニールはくぐって通ることにして、なんとかその場をやり過ごした。するといつの間にかどこかの大きなビルの階段の踊り場にいて、階段にはコンサート衣装を着たミジコンメンバーが整列していて、そわそわとしている様子だった。その瞬間に出番ですという声が聞こえて、ミジコンメンバーが一気に階段を駆け上がっていった。それでなぜか自分も一緒に階段を登り出して、最後尾がハオだったので、ハオの後ろを必死についていった。しかし階段を3回分ぐらい上がってもミジコンメンバーは上がり続けていて、コンサートの前って毎回こんなに大変な階段登るのと思っていたら目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。